どうしても休みたいって言うなら、いいぜ。そのまま退社しろよ。そうすれば一生休めるぞ。父の訃報を受け、慌てて有給申請をした俺に、課長がニヤニヤしながら言ってくる。課長は前から俺のことを目の敵にしていた。どうやら俺に課長の椅子を奪われると思い込んでいるようだ。俺を辞めさせようと躍起になっているが、最近は嫌がらせをすること自体が目的になっている。しかし、まさかこんな場面でも俺に嫌がらせをしようとするなんて。父親の訃報で悲しみと混乱の中にいた俺は、課長の言葉に激しい憤りを感じた。ええ、そうさせてもらいます。バンと課長の机に有給申請の紙を叩きつけ、そのまま荷物をまとめる。お前みたいなやつ、どこも拾ってくれねえよ。お前はこの先、惨めな無職になるんだ。課長は最後まで俺のことをけなし続けた。しかし、後日、課長、大変な事態が。社員からの知らせを受け、課長は自分のしたことを一生後悔する羽目となった。俺の父親は心底お人よしで、そのせいで何度も自分が損をしてきた。他人が困ってたら助けるのは当然だろう。幼い頃はそんな父が立派に思えたのだが、成長していくにつれ、だんだんと父のことが頼りなく見えるようになっていった。性懲りもなく何度も何度も人に利用される父を見て、俺は呆れてしまう。父は元重量挙げの選手でかなり立派な体をしている。だというのに性格はこれだ。そのギャップがだんだんと鼻につくようになり、そして反抗期には父に辛く当たるようになってしまった。いい加減にしろよ、クソ親父。頼りねえったらありゃしねえ。しかし、そんな俺に対して父はいつも困ったように笑うだけ。父に対しての反発心が強くなるにつれ、俺の素行も悪化。高校の頃はかなりやんちゃしていたが、今思い返すと完全な黒歴史だ。そんなある日、俺は母にこんなことを尋ねた。なんであんな野郎と結婚したんだよ。そうね。まあ、優しいのも理由の一つだけど、私が悪い人に絡まれていた時にパパが助けてくれたのよ。あの時のパパはとってもかっこよかったわ。ふぬけが？母の言葉はにわかに信じられないものだった。その後も俺は父に反抗を続ける。高校卒業を間近に控えた時期まで、父にはひどい態度で接していた。このまま一生、父とはこういう関係なんだろうな。自分から関係修復する努力もせず、それでもいいかと諦めていた。それから20年後、いろいろあって高校卒業寸前に俺と父は和解した。今振り返ると、俺の反抗期はかなりひどいものだったなと反省している。父にもとても迷惑をかけた。あの時、父のことを弱いと思っていたけれど、そうじゃなかった。父は父なりに俺のことを守ってくれていたのだ。それに母が言う通り、父はとても強い人だ。それを知ってから、俺は徐々に父との距離を縮めていき、最終的に俺が謝罪する形で父と和解することができた。今では仲のいい親子だ。そして現在、俺は地元の会社で課長補佐を務めている。とある大手企業のグループ会社の一つで、そこそこの業績で安定した企業だ。社員はいい人が多くて、雰囲気のいい会社だと思っている。これから先もずっとここで働き続けられたら、と思っていたのだが、おい、この仕事、片付けておけ。2年前、グループ内の別会社から赴任してきた太田課長は、俺に対してパワハラ行為を繰り返していた。
最初は普通の態度だったのだが、ある日、社内にこんな噂が流れていると聞いた。今年度から課長補佐に任命された俺が近いうちに課長に昇進すると。太田課長は別会社から赴任してきた当時、大いに期待されていた。しかし彼はあまり仕事ができない人だった。うちの会社でもともと課長を務めていた人は、奥さんが病気で実家に戻ることになり退職。その穴埋めを探していたところ、太田課長のいた会社からいい人材がいると紹介されたのだ。噂によると彼はその会社でパワハラをしていたらしい。上に取り入るのがうまかったので課長まで昇進できたのだが、だんだんと問題が表面化してきて、太田課長の扱いに困った会社がうちの会社に押し付けてきたのだ。そういうわけで太田課長を追い出して俺が新しい課長に任命されるのではという噂が流れている。この噂が流れ始めた頃から太田課長は俺に対して冷たい態度になっていった。そして今では俺をこの会社から追い出そうと躍起になっている。まともに仕事もできねえくせによく給料もらえるな。その根性を見習いたいよ。自分で言うのもなんだが、俺は別に仕事ができない方ではない。むしろ課長補佐まで昇進したのだから、それなりに実績を上げているはずだ。だけど太田課長にはそんなことは関係ないようで、口を開けば会社を辞めろ、給料泥棒と俺のことを罵倒してくるのだ。俺に怒鳴りつけている太田課長の目の奥にはどこか恐怖心が感じられる。このままでは自分の地位が俺に奪われる。そう思い込んでいる目だ。そう思うなら一生懸命に仕事をして結果を出せばいいのに。太田課長は俺を辞めさせようと必死だ。最近では俺を追い出したいからパワハラをするというより、俺にパワハラするのが日常という感じになっている。だけど昔やんちゃしていた時にもっとひどいことをされた経験もあり、俺にとって太田課長のパワハラはそこまでストレスにならなかった。そんな俺の態度が逆効果だったようで、太田課長は暴言だけでなく俺の仕事を妨害するようになっていった。さすがにこのままでは仕事に支障が出る。どうすっかな。俺は大きなため息をついた。具体的な解決策が見つからず、太田課長のパワハラをスルーし続けるしかなかった。ある日のこと、会社に出勤した俺のところに衝撃的な連絡が入った。え、父さんが？電話の向こうで涙声の母が言うには、今朝突然父が倒れてしまったらしい。救急車で運ばれたが、そのまま帰らぬ人となってしまった。父は今まで大病なんてしたことがなく、健康そのものだったのに。突然すぎる別れに俺は混乱。ともかく今すぐこっちに来てくれる？私一人じゃ大変で。わかった、今すぐ行くから。母さんは落ち着いて、俺が到着するまで待っててくれ。そして俺は慌てて有給申請の紙を書いて太田課長のもとへ。すみません、太田課長、ちょっといいですか？ああ、俺は今忙しいんだよ。お前の相手してる暇なんかねえから。忙しいと言っている太田課長の手には入れたてのコーヒーがある。もう片方の手は新聞を広げていた。明らかにのんびりと休憩中なのに、俺の話は聞けないらしい。いつもならおとなしく引き下がるが、今はそうはいかない。実は父が突然倒れて病院に運ばれて、そのまま亡くなってしまい。はあ？葬儀の手配やら手続きやらで大変なので、有給を取らせてください。俺が急いで書いた有給申請の紙を差し出すと、太田課長はふんと鼻で笑った。嫌だね。お前に有給は取らせない。え？お前みたいな無能は一生懸命働いてようやく人並み程度なんだよ。親が死んだ程度で休めると思うなよ。わかったらさっさと席に戻って仕事しろ。しかし、あまりにも非常識な物言いに俺は混乱して言葉に詰まってしまう。
すると大田課長は口の端を歪めて嫌みったらしい声色で俺にこう言った。どうしても休みたいって言うならいいぜ。そのまま退社しろよ。そうすれば一生休めるぞ。この人は一体何を言っているのだ。俺のことが嫌いなのは別にいい。数々のパワハラ行為も俺に課長の椅子を奪われるという思い込みからの恐怖心によるものだと考えれば同情できないこともない。だけど大切な家族が亡くなった俺に対してこんな言動ができるなんて。太田課長には人の心というものがないのか。何も言い返せない俺を見て太田課長は楽しそうに笑っている。その顔を見た瞬間、一気に俺の頭に血が上った。そうさせてもらいます。あんたみたいなやつの下で働くのなんてごめんだね。バンと課長の机に有給申請の紙を叩きつけ、そのまま荷物をまとめる。俺の突然の剣幕に太田課長は驚き目を見開いている。てめえ。太田課長が何か言いかけたが、ギロリと睨みつけて黙らせた。俺の威圧感に押された太田課長は若干冷や汗をかいている。お前みたいなやつどこも拾ってくれねえよ。お前はこの先惨めな無職になるんだ。ざまあ見ろ。俺がオフィスを去ろうとした時、俺の背中に向かって太田課長が叫んだ。それに対して何の反応も示さず、俺は長年勤め続けた会社を後にした。後日、なんとか父親の葬儀も無事に終わり、俺は別の会社に転職することができた。今は忙しいながらも充実した毎日を送っている。そして今朝、寺本社長から呼び出されてこんなことを言われた。秋吉くん、今日は一日外出だから私についてきてくれ。君には今日一日社長秘書の代わりをしてもらうよ。ニコニコと笑顔でそう言われ、断ることもできず、社長に連れられて行った場所はなぜか前に俺が勤めていた会社だった。ここは？さあ行くよ。混乱する俺に構わず、社長は会社に入っていく。するとロビーに座っていた人たちが社長に次々と挨拶をした。彼らはそれぞれ別の会社の社長や重役ばかりだ。俺の元会社のロビーは彼らが放つ異様な空気に包まれていた。やあ、みんな来てくれたんだね。ところで例の人物はまだ来ていないのか？では待たせてもらおう。受付の方を見ると何やら大慌てでどこかに連絡している。しばらく待っているとロビーに太田課長がやってきた。なんだこれは。課長、大変な事態が。何度も電話したのにどうして出てくれなかったんですか？昨日は飲みすぎて、じゃなくて遅くまで仕事してたんだよ。会社の方には遅出になるって連絡したぞ。社員たちに詰め寄られ、太田課長は慌てた様子で答える。そして社長たちの集団の中に俺の姿を認めると、ぎょっとした顔を見せた。なんでお前が。さーて、お目当ての人物がようやく来たところで話を始めよう。君、別室に案内してくれるかね。太田くんだったかな。君もついてきなさい。受付嬢に社長が頼み、案内されたのは一番立派な来賓室だった。太田課長はなぜ自分が連れてこられたのかわからず、いまだに混乱したままの状態だ。さて、今日来たのは他でもない。君に用があったからだよ。私に用ですか？我が社の取引先の重役の方々が私みたいな下っ端にどのようなご用件で。そう、この場にいるのは全員この会社の取引先の重役たちだ。そして彼らは、君は私たちの恩人の息子にとんでもない仕打ちをしてくれたらしいじゃないか。恩人の四十九日が済んだからそのお礼参りに来たんだよ。彼らは俺の父親の友達だ。俺が高校卒業を迎える直前のこと、とあるビルでガス爆発が発生した。
高層階のレストランでガス漏れが起こったのだ。爆発した勢いでレストランの入り口付近の壁が破壊された。食事をしていた人たちが閉じ込められてしまった。そこに運悪く社長たちが居合わせた。会社の重役たちだけで集まり、定期的にそのレストランで食事会をしていたのだ。火の手が社長たちに迫り、彼らは命の危機を感じた。すると、今助けます。崩れた壁の向こうから誰かの声が聞こえた。そしてその声の主がレストランの入り口を塞いでいた瓦礫をどかしたのだ。常人であれば持ち上げることすら不可能だろう。しかし、俺の父親は元重量挙げの選手。文字通り火事場のバカ力を発揮してとんでもなく重い瓦礫を一人で取り払い、ありがとうございますなんてお礼を言えばいいんですよ。皆さんが無事でよかった。この後報道陣が殺到したが、父は人助けをしただけだと取材を断った。なのでこの事件は地方紙の片隅に掲載されるだけとなったのだが、父に助けられた社長たちが我が家を訪れ、話を聞いた俺は父のことを見直した。こんなに強く優しい父上がいて、君は幸せ者だね。それ以来、父と社長たちの間で交流が続けられたのだ。彼らは父の葬儀にも駆けつけてくれた。四十九日にも参加してくれたのだが、転職活動と法要やら死後の手続きやらで奔走し疲れ切った俺を気にかけて、寺本社長が声をかけてくれた。そこで全ての事情を話した俺に、社長はうちで働かないかと誘ってくれたのだ。おかげで無事に転職活動を終え、父の供養に集中できた。そんなことがあったなんて、なんという非常識なやつだ。社長は俺から大高町の話を聞いた際、かなり怒った様子だった。他の社長たち、父の友達たちも、ただでは済まさんぞとか、俺たちの恩人の息子になんてことをと口々に言っていたが、まさか彼らが結託してこうして大高町を追い詰めようと計画していたなんて思いもよらなかった。過ぎたことはどうすることもできない。君にできることは彼に謝罪し許しを請うことだけだ。さもなくば。社長がぎろりと大高町を睨みつける。大高町は顔面蒼白で顔中に冷や汗を浮かべていた。ここにいるのは全員取引関係にある会社の関係者だ。判断を間違えれば大高町のせいで取引中止だってありえるだろう。すまなかった。この通りだ。大高町が大慌てで俺に頭を下げる。今まで散々俺に対して偉そうな態度だったのに、自分より上の立場に脅されればいとも簡単に謝るのか。はあ、もういいです。もう別の会社に転職しましたし、これ以上あなたと関わりたくない。二度と俺の前に姿を見せないでください。わかった。いや、わかりました。彼のことは一生許せないだろう。だけど、そんな人のために時間を割く方がもったいない。大高町はみっともないくらいブルブルと震えながら何度も俺に頭を下げていた。この一件で大高町は上から厳重注意を受けたらしい。取引に影響が出ることはなかったが、一歩間違えれば大損失につながっていただろう。そしてそれが大高町のパワハラが原因だと知った会社側は、大高町をさらに別の会社に左遷。そこはかなり田舎にある小さな会社で、噂によると倒産寸前らしい。会社が潰れたとしても問題が多い大高町を別の会社に雇い直すことはないだろうと言われている。一方俺は転職先の会社で忙しい毎日を送っている。俺を拾ってくれた寺本社長や天国で見守ってくれている父のために、俺にできることを精一杯やっていくつもりだ。